こんにちは。今日はですね、ブレアに今来ていまして、普段ねたくさん面接にお越しいただくんですけども、今目の前にねブレアの面接担当のスタッフがこの辺にいます。で、今までね自分の、動画の中でこういう子がね面接受かるよとか、ブレアに、こういう子を募集してますとか、あと銀座ではこういう子が求められますよっていうのは、何度かお話をねさせていただいたんですけども、今回は実際に面接担当ねスタッフに最近の応募状況とかね、だいたいどういう人が来てどんな話して、面接ではどういうとこね見て合否を決めてるのっていう話を具体的に聞いていきたいと思います。最近どう？なんか12月11月ぐらいで1ヶ月でどれぐらい平均で面接来るの？面接そうですね、1日平均5件から6件。やっぱ5、6ぐらい来るよね。そうです。だから20日で100超えてるよね。はい、そうですね。そうやっぱねクラブの営業時間前のだいたい4時から8時の間に面接させていただいてるんですけども、だいたいねやっぱ1日5、6ぐらい来て、代わるね15分ぐらい面接をして、お話を伺って、カードにねいろいろプロフィールとか書いて面接させてもらってます。最近の状況的には、年齢層とか何歳ぐらいの人が面接来ますか？最近ですと20代後半の方が多いのかな。26、7、8、9。そうですね、はい。一般的なクラブで一番多い年齢層なんですよね。銀座では大体28区ぐらいが平均な感じがしますね。私が以前勤めてたクラブも28区ぐらいの方がすごく多くて、私も銀座入ったのね26だったんで、ちょうど本当に20代後半が、クラブではね一番主要な感じのゾーンかなと思ってます。でよく聞かれるんだけど、なんか身長とかね、私高い低いあるんですけどどうですかって言われるんだけど、ブレアの中だったらどう下とか上とか何センチとか決まってるのかな？身長自体は特に全体の雰囲気だよね。そうですね、だけどブレア背高い子あまり今は。そう背高い子いない。この間うちのお店に来てた女性のお客様でみんな背が高くて3人ぐらい入ってくるとおおって、そうですね、なんかおおってなったよね、はい、なんかね小柄な人がすごく多いですね。例えば160前後、はい、150代も多いし、で65から70の人が何人かしかいないよね。2人ぐらいしかいないですね。で普通のねクラブだと70以上の人全然いるんですよ。モデル体型の方全然いまして、72、3、4ぐらいは全然いるんですけど、ブレア全然いないよ ね。だから背が高い子好きとか言われたら、もうつける女の子はもう2人しかいない。そうですね、どっちかどっちかしかいないよね。で逆に小柄な人がいいって言うとむちゃくちゃいるから、155から60のゾーンが多分多いと思うんだけど、62、3ぐらいまですごい多いなって。ただ152ぐらいの子もいるから、はい、ね、全然150ぐらいからも働けるんで、全体の雰囲気かなと思ってます。兼業と副業とどっちがどういう比率ぐらいですか？11月の時はそうですね、副業の方が多かったかなって。で昼食やってて、そうですね、夜働きたいよとかが多かったのかな。あとはコロナの関係でお昼の収入がちょっと減ってしまってっていう方が夜働きたいな。そうです、はい。で本業があって副業禁止な会社があると思うんだけど、よく DM で聞かれるんだけど、本業が例えば航空会社勤めてて副業禁止なんですけど働けますかとか、うちでは働けるんだけどバレてね怒られても責任持てないよって言ってて、年末調整とか、もちろんね確定申告絶対しなきゃいけないんだけど、それしたら普通に昼間の会社の人にバレちゃうので、結構リスクはあるのかなって思ってます。なので副業の方も理解を得て、本業の会社が OK で、なおかつ終わりの時間5時とか早いところの人が勤めてるなっていう感じがします。で面接のポイントとかはどこ見てるんですか？でまず時間ですよね。時間ね。面接の時間遅れてくる人はちょっとっていう。はい、であとはそうです、一応応募用紙を書いてもらうんですけど、上から順番に質問させていただくんですけど、住んでる場所だったりとか、確かにね、はい、ちょっと千葉とかさ埼玉になると、そうですね、現実的に通勤できるかってちょっと怪しいなって思うよね。できないことはないんですけども、多分本人が多分無理だね。そうですね。1ヶ月もしたら結構苦しいと思う。そうですね。終電上がりがないので、普通に1時まで働くと始発待ちか送りの車になるんだけど、送りでもやっぱ1万円以上するし、で始発だと6時とかそうです、ぐらいかな、4時5時6時になると、仕事してお酒飲んで待機3時間ぐらいして
6時に帰って7時に家着くとかだと、まあ、次ねなかなかこう体力が継続できないなって感じがしますね。住まいは極力23区の方、送りはどこまでやってるの？ 23 一応区以外は23区横浜は一応やってるんですけども、やっぱ送りも自己負担になってしまうんで、そうだよね。送りって無料じゃないんですよ。銀座の送りって基本タクシーよりはちょっと安めの料金で家に帰れるよっていう感じなので、まあ、タクシーで1万円だと、半額半額ぐらい5000円4000円で帰れるよって感じなので、普通に帰りの、なんていうの交通費がかかってくるなっていう感じです。あと他に見てるポイントは何かある？あとは経験があるかないか。未経験が経そうですね験者か、はい。どう比率的に未経験も結構募集してるんだけど、もう半々ぐらいですね。取ってるよね。未経験でも、採用してます。経験者は、まあ、優遇っていうか、まあ、基礎的なことできるかなとか、まあ、普通にやっぱ経験者だとメイクとかねまあ、洋服も垢抜けてる子が多いので、まあ、採用される確率は高いんだけど未経験でも今はねどこの銀座のクラブもね取ってると思います。あとはお酒とかどうかな。お酒強いとか弱いとか全く飲めないと難しいのかな。アレルギーとかね。そうですね、はい。やっぱ乾杯して口つけずに次の席に行っちゃうっていうのはマナー的に良くないので、23杯飲めないとちょっと厳しいよね。そうです。あとはブレア自体がもうシャンパン当たり前だよね。よく、はい、もう平均だと多い日だと1人本当に1本とか。そうだね、1人1本飲むね。合計で、はい、それ全然普通クラブってねシャンパンワイン飲まなくても全然いいんですよ。ただ好きな人がまあ好きなだけ飲んで帰るんで、1人で3本4本とかね開けられる方は普通にいらっしゃって、すると多い日だとねお店で、40本50本出るんですよ本当に。でそうなった場合は女の子が出勤27とか30ぐらいなんで、まあ、1人当たり1本お客さんも飲んでるんでね、軽く鳴らしたら1本ぐらい飲んでる人もいるし2本ぐらい飲んでる人もいるし。そうですね、はい。まあ、結構抜き物っていうんだけど、ワインとねシャンパンは当日に消化しなきゃいけないので、まあ、開けていただいたら全部飲み切るスタイルだよね。そうですね。だから1滴も飲めないとか2杯ぐらい、2杯は結構厳しいね。でもできると思う。仕事はできると思う。ただ1滴も飲めないのは本当にこうなんだろう、ついていけないっていうよりも席で本当こう大変な感じになるんで、まあ難しいかなって感じがですね。はい、あとルックスはどうですか？なんか可愛い系美人系とか比率的に銀座ってどう？やっぱ美人な人多いよね。多いですね。はい。可愛い系が少ないよね本当はね。はい、まあ私昔から言ってるんですけど乃木坂系がいないなと思って、アイドルっぽい可愛い子はあんまり銀座にもともといなくて、まあなんかお天気お姉さんみたいなねちょっとシュッとしたまあ綺麗めの人が多いなって思うんですよね。アナウンサーとかお天気お姉さん系が多くてアイドル系はすごいね少ないなって感じがするな。面接で結構容姿はね重要で、面接の中の8割ぐらいね本当容姿だと思うの。そうね、それ本当に8割容姿2割は、まあ、特技みたいなそんな感じ。お酒飲めますとか強いですとか、毎日出勤できますとか、あと何？あとアフターだったりとか、アフターも協力できますとか、あとお客さんの数字持ってますとかね、そういうのが必要になってくるかなって。まあ、忙しいお店って基本そうだよね。私昔勤めたお店2軒ぐらいあるんね。グループでいうとまあ 2個ぐらいあって、で2軒行ってたんだけど、そこのお店もすごい繁盛店で毎日お客さんねたくさん来るお店だったんだけど、絶対容姿だと思うし、大体ね、3、40人に、1人ぐらいしか面接通らないし、まあ、こう忙しいお店になるとね女の子がどんどん集まってくるし、もちろんこう可愛い子のね比率もこう高まってくるんで、まあ、普通のあんまり流行ってないそこそこのお店よりは結構容姿のウェイトはね高くなってくるんじゃないかなって思います。あと地方とかどうですか？地方出身とか東京のまあこうお店からお店移る子か、はい、上京してきてきた子とか、そういう比率は今は少ないかもしれないです。その夏は県外から面接お越しいただいた方は結構いたんですけど、11月12月やっぱりもう動かないからね。そうですね。なんかインスタとか YouTube 最近こうやって見てくれて、本当他府県からブレアに入りたいからって面談に来てくれる子が、まあ、増えたなっていう印象があるかなって思うね。はい、で面接決まってからね引っ越し先決めて、移ってきた、はい、で女の子が本当つい今週も、そうですね、いて、すごいなってよかったなって思ってね。
あとなんか面接でこのアピールしておいた方が銀座受かりやすいよとかなんかないですか？会話がうまくできるかなっていう、ああ、コミュニケーション取そうですれるかなみたいな。ね。質問してもすぐなんかってなっちゃう子だとうまく会話できないのかなっていう。面談の時にそれを見てるのね。そうですね。ななんか緊張してるのかもしれないんですけど、そこがうまくこう返答もらえたらなんかうまく喋れるのかなっていうのは見てますね。そっか、お客さんと会話する時の感じをイメージしながら面談して、そうですね。本当何も喋られない方だったら、はいこの子ちょっと微妙かもなって思うそうし、まあ、結構社交的に愛想がいい子だったら採用かなって思うので、そうですね。だよね、なんかめっちゃ不愛想な子とかはい、そうですね。どんな話だったっけ？もうずっとはいはいしかはい言わない子がいて、はい、それ経験者だったよね。そうですね。ね、経験者だよね、はい経験者なのになんでこんなに面談下手っていうか、なんそうですね。でこんな不愛想面接してくるのかなって感じだったね。もうはいしか返答いただけないんで、こっちも質問してもどうしようかなっていう。でその子一応なんか2店舗ぐらい経験終わったみたいなんですけど、それで大丈夫なのかなと。数字あったの？ちょっとそうですね。でもやっぱ協調性ないって思われると、はいまあ、うちの店入れたとしてもね、はい女の子と仲良くやっていけないだろうし、そうですね。まあ、スタッフともコミュニケーション取れなかったら仕事やりづらいから、まあ、イメージ的にはダメな方向に行っちゃうよね。そうですね。なんかグイグイ来る子グイグイ来る方もいるんですけど、それもなんかすごいびっくりしたんですけど、確かにそうです。未経験ですごいグイグイ来る方もいるんで、そう、未経逆も験で私頑張りますっていう子いるのよ本当。そうですね。でもね、なんか温度差がやっぱあるよね。はい、ありますね。むっちゃ頑張る気はあっても、はい。なんかまあ面接もちろん感じるからね、この子すごいやる気あるなとか、目が結構こう輝いてるなとかわかるんだけど、あんまりグイグイ来そうられたらちょっとことそうだよね。ですね。ちょっとね、はい、違うかなっていう。まあ、掃除で空気読むって感じだよね。はい、そうですね。そうなんだよ。だから面接に来て不愛想な子も、面接に来て角になんかグイグイ来る子も、まあ、掃除でね多分空気読めてないっていうか、ちょっと難しいんじゃないっていうのは、まあ、そうなのかなってこう見られてるのかなって思います。まあ、今の銀座って結構面接はしてると思うよね。そうですね。やっぱコロナでね暇だって言っても、お客さんが少ないって言っても、まあ、いい子欲しいから、はい。本当になんか売り上げのある子ない子、あと新人でも感じがいい子とかはもうどこも積極採用してるなって。あと時給のボリュームゾーンとか教えてほしいな。どんな感じで時給、日給か、日給でそうボですね。リュームゾーン。今ブレアですと未経験は3万円からスタートで、上限は特に今なくて、お客様いる以内でもう6万円以上だったりとか。そう。まあ本当に銀座の一般的な値段で、うちが安いとかないんですけど、大体未経験って3万円なんですよ銀座は。で一番下が3、もうちょっと安いから25かな。で3万ぐらいが始まって、経験者だと35とかで、容姿がいい子になると4とかなの、はい、で容姿が良くて出勤がもう毎日できるとかになれば5万とかになってきて、さらにちょっとお客さん持ってるとか、まあちょっとなんかこう同伴もコンスタントに10何回できるみたいなこうポイントがあれば6とかぐらいになってくるかな。で売り上げのある子だと、6号とか7とかもあると思う。まあ、それが結構普通な感じで、まあ、お店にね入る時に、私前のお店でお客さん30組ぐらいいて、毎月売り上げ500万できますみたいなポイントを言うと、この日給5万じゃなくて、じゃあいきなり6号とかから入ることも全然可能だし、まあ、もっと言えば来月上げてほしいって言えば、まあ、結構結果出せばね上がるかなっていう感じはします。銀座ってどう？土地に柄的に他府県より安いんかな、日給のスタート。まあでも普通だと思うんですけど、多分地方のキャバクラで稼いでる子で、まあ、すごい何百万持って帰ってる子いると思うんだけど、まあ総じて平均よ、平均、中間層が、まあ、地域の中で高い方かなとは思います。だからもうどこ稼げるとかねあんまないと思う。銀座に来ても仕事ができれば稼げるし、地方でも頑張ってれば稼げると思うし、ただ中間が平均が高いから、一般的に稼いでる子が多いのかなっていう感じはするかな。まあホステスの月給はクラブの子100万ぐらいですかね。100万が一つの目安になってると思う。平均的に4万の子で20日出勤80で5万20日100万でしょ、はい、で売り上げがちょこっとつくから、やっぱ日給が4とか45とかスライドで上がっていくから、100万が結構銀座の中ではスタンダードな本業の子の金額かなと思います。で売り上げする子はだいたい180から250ぐらい持って帰って、ママとかになると、まあ、契約になると
300から350は最低持って帰って、だいたいスタンダードにやっぱ500前後ぐらいは売り上げする方は持って帰ってるかなっていう印象ですね。夢があるでしょそうですね。だって女の子に20代で500万稼げる仕事なかなかなくない？毎月、はい、ね。それでもっとこう頑張れば上限ないんで、ちょっと夢があるかなって思います。今回は、面接にね来ていただいた方のお話をもとに、スタッフとこういう最近の傾向をね、お話しさせていただきました。よろしければね、銀座を目指される方はぜひご参考にしてください。ブレアもね絶賛求人しておりまして、素敵な子を募集しておりますのでよろしくお願いします。それではまた。